こんにちは、What's up? 忍ジャパニーズポッドキャストへようこそ。忍者先生です。皆さん、今日も日本語の勉強お疲れ様です。頑張っていますね。このポッドキャストでは、優しい日本語で便利なフレーズや日本の文化を紹介しています。今日は私のアメリカ旅行の思い出について話します。それでは始めましょう。はい、前のポッドキャストでは私が日本からアメリカに着くまでの話をしました。で、今回は私がアメリカで何をしたかについて話したいと思います。で、アメリカには全部で12日間いました。11だっけ ?11 か12日間いました。で、全部この一つの動画で話すのは難しいので、アメリカの思い出の話もちょっと2つに分けて話したいと思います。はい、お願いします。今回は3つのトピックについて話します。一つはアメリカの家について、2つ目はハーマンというミズーリの町について、3つ目はパンプキンフェスティバルについて話します。はい、じゃあまず1つ目、アメリカの家についてです。今回私の生徒さんは、生徒さんの家、生徒さんのいとこの家、2人のいとこの家、それから生徒さんの奥さんのお母さんの家に連れて行ってくれました。それぞれの家が、全然違うんですけど、全部アメリカの家という感じで、本当に面白かったです。今回私は生徒さんの家に泊まりました。生徒さんの家もザ・アメリカの家という感じでした。まずね、家が大きいし、庭も大きいし、あとはガレッジも大きかったです。で、ガレッジの中に車が3台ありましたね。すごいよね。で、あとはいろいろ日本の家と違ったんですけど、一つは洗濯機。日本は洗濯機一つありますけど、アメリカの家には大きい洗濯機と大きい乾燥機がありますね。これもびっくりしました。めっちゃ大きかったです。それからエアコンのシステムも違いますよね。日本は、部屋に一つエアコンがあります。私の部屋もここにエアコンがあります。で、他の部屋にもエアコンがあるんですけど、アメリカの大きい家はなんだっけ、なんか特別なシステムありますね。だから、スイッチ押したらもう家全部が暖かくなったり涼しくなったりしますね。はい、これも面白いなと思いました。それから、お風呂とトイレですね。なんだろうな。日本はお風呂の場所とお風呂の部屋とトイレは別々です。でもアメリカはトイレの部屋がありませんね。あったな。ある家もあったか。家によりますか。すいません。これは家によります。よるけど、バスとトイレが同じ場所にありました。ある家もありました。はい。そんな感じ。あとは靴ですね。日本の家では絶対玄関で靴を脱ぎます。脱いでから家の中に入ります。でもアメリカの家はこれも家によりますね。私の生徒さんの家では靴を脱ぎました。でも、
他の家では靴を脱がなくてもいいというルールがありましたね。掃除が大変そうですけどいいのかな。皆さんの家はどうですか？靴を脱ぎますか？脱ぎませんか？これが本当に気になるので、ぜひコメントで教えてください。はい OK で、これがアメリカの家についてですね。じゃあ次は、ハーマンという町について。アメリカ2日目に生徒さんと生徒さんの奥さんと一緒にハーマンという町に行きました。ハーマンは昔ドイツ人がたくさん移住してその場所に住みました。だからドイツの建物とか食べ物が今も残っています。で、私たちはハーマンで、まずワイナリーに行きました。ワイナリーがねとっても有名みたいです。で、ワイナリーで、ワインのテイスティングをしました。でそこで私はこれがワイナリーの名前だと思います。で、このワインとあともう一つワインをお土産に買いました。これは私が飲みます。で、もう一つはお母さんにあげました。はい、このワイナリーの店員さんはとってもフレンドリーで丁寧に説明してくれたり、あとはねいろんな質問、私に日本のどこから来たんですかとか、英語でねいろいろ質問してくれて、とっても楽しい時間でした。はい、でワイナリーに行った後ジンのお酒のテイスティングもしました。でジンのお店ではテイスティングしたり、あとなんか美味しい飲み物、ジンの飲み物を飲んだりしました。で、待って話したいことが多すぎてちょっと難しいなこれまずワイナリー、ジンのテイスティング、あと博物館、ハーマンの博物館に行きました。あとは葉巻のお店、生徒さんが大好きな葉巻のお店も行きました。そしてその後、レストランで夜ご飯を食べました。夜ご飯はケイジャン料理を食べました。皆さん知ってるかな？私も初めて食べたんですけど、ケイジャン料理をライブバンドがいる素敵なレストランで食べました。ライブミュージックか、ライブバンド、ライブミュージックを聴きながら夜ご飯を食べました。美味しかったです。はい、これが2つ目ですね。ハーマンについてです。そして3つ目、これがパンプキンフェスティバルについてです。パンプキンフェスティバルも人生で初めて行きました。日本のパンプキン、かぼちゃとアメリカのかぼちゃは全然違いますね。パンプキンフェスティバルにはたくさん大きいかぼちゃとか小さいかぼちゃがあって、本当に可愛かったです。それから小さいお店もバーってたくさんあって、いろんな雑貨とか、石鹸とかお土産とか食べ物とかいろんなものが売っていました。で、私は何を食べましたか？レモネード飲んだり、アイスクリーム食べたり、あとはハンバーガーを食べたり、あとはパンプキンフェスティバルの T シャツも買いました。はい。パンプキンフェスティバルの後で家に帰って自分でかぼちゃを掘りましたね。かぼちゃの顔を描いて顔を彫りました。これもずっとやってみたかったので、今回アメリカの旅行でできて本当に嬉しかったです。よし、はい、そんな感じかな。
今回はアメリカの旅行について話しました。ちょっと難しいね。思い出が多すぎて話すのが難しかったです。皆さん分かりましたか？すいません。アメリカの旅行で質問があったらどんどんコメントで教えてください。また次のビデオでは、アメリカのシューティングゲームじゃないか、アメリカでシューティングをした時の話とか、マスタングの車を運転した話とか、もっともっとね、いろんな場所に行ったので、その話をしたいと思います。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。皆さん最後までポッドキャストを聞いてくれてありがとうございました。また次のポッドキャストでね、また次のエピソードでお会いしましょう。それではせーの、ニンニン、またね。